暑いですね。毎晩毎晩寝れてますか？なかなか寝苦しい夜が寝苦しいですよね。本当にもうなんか年々こう暑くなっていきますけれども、暑い期間も伸びてきますけれども、だからこそ私たちの YouTube では今回夏の夜、背中が暑くて眠れないっていう方に朗報です。はい、どうやって夏の暑い夜寝ていますか？どんなことに注意してますか？そうですね、やっぱりエアコンを本当に温度下げて結構効かせて寝るとか、扇風機かけっぱなしだったり、あと布団もかけずに寝るとか。お布団かけないで寝ちゃう、掛け布団。はい、半袖短パンで寝る。半袖短パン、一見涼しそうに見えますけれども、逆に冷えすぎたりっていう心配もちょっとあるかなと。朝方足がつっちゃうとかですね。うわーね、ありがちですね。夏の夜にありありな感じですけれども、そうじゃなくて今回はですね、私たちのこの体の外側ではなくて内側、内部に目を向けてみようという話なんです。はい、キーワードは深部体温と自律神経という言葉です。深部体温を下げることが大事、そして自律神経を整えることが大事なんですね。深部体温覚えてます？YouTube で撮った体のこの内側の内臓とか、中の温度、中の温度ですよね。測るときは肛門から測るっていうことで、この深部体温を下げるっていうのは皆さんも良い睡眠のために大事なことだよっていうのを結構聞くようになったかとは思うんですけど、さらに驚きなことに、なんと深部体温をたったの1度下げるっていうことが重要なんだっていうことが、アメリカのスタンフォード大学、有名な大学ですね、睡眠の有名な研究をたくさんしていますが、そちらで分かった真実なんですね。1度ですよ、1度。1度で変わるんですかね。ですよね。その1度の意味っていうのも含めて今日は解説していきたいと思います。よろしくお願いします。でもメカニズム分かりました。だけどどうすればいいのって思うじゃないですか。そこでこれらを整えるために私たちが自信を持っておすすめしたいのが、私たちの体に合った〇〇を整える。どうぞ入れてください。寝具ですよね。特に何が大事ですか？やっぱり枕と敷物ですよね。枕と敷物、和風の方ならお布団、洋風の方ならマットレス、どちらでも結構です。そういったもの、寝具を整えることでこの深部体温を下げて自律神経を整えて入眠、そして夜中ぐっすり眠れて良い朝を迎え、良い明日を迎えられるようにしていきたいと思います。ではその1度っていうところが大事なんですけどね、1度には2つの意味があります。まず1つ、人間の体温のこの1日の中での差が実は1度なんですよ。でまずじゃあ1日の中で私たちの体温が一番上がる時間帯ってどんな時間だと思います？やっぱり活動してる日中、夕方とか、夜にかけてとかですかね。そうですね、結局日中活動しますよね。で夕方から夜にかけてその使ったエネルギーによって体温が一番上昇してしまうのは夕方夜なんですよ。で一方でじゃあ今度体温が一番下がってるのいつだと思います？やっぱり寝ている間、朝方とかですかね。そうですよね。だから朝ちょっと掛け物履いてて寒いみたいに思う、まさに体温が下がってるわけですけれども、この夕方から夜と明け方、この2つの差、体温の差が1度なんですよ。だからこれは人間のバイオリズム、体の反応としてもうある程度決められた1度という数字なんですね。でこの1度をですね、夜寝るときに急激に下げてあげると強い眠気が出てくるんですよ。それによってスーって眠ることができる。で質の高い睡眠が得られると言われています。よく、入眠法なんて言って寝る2時間前までに適度な温度のお湯に浸かって体を温め、
それが寝る前までにこう下がってくる。でその後深い睡眠が取れますよとか、リラックスをして自律神経を整えると眠りに入れますよとか、いろいろ言われますけれども、この温度ということに着目してしっかりと寝る前のルーチンをやっていただくことで深い眠りに入れて、それによって結局は暑い夏をぐっすり眠り続けることができるというふうに言われているんです。はい、この1度ということをまず覚えておいてください。はい、そこでいよいよ解決策に行くわけですね。深部体温を下げて自律神経を整えるためには寝具を整えることですよ。その寝具とは枕と布団やマットレス、土台の方ですね。で枕に関しては前回 YouTube でもらいました頭寒足熱ね、頭を冷やすっていうよりも頭に熱がこもらないようにするっていうことが大事というお話をいたしました。一方で布団やマットレスっていうのは背中に熱がこもらないようにするっていうことが大事なんです。そのためにはある行動をすればいい。そのキーワードは何ですか？はい、そうです。私たちが推奨するこの寝返りですよね。寝返りをコロコロとすることで本当にぐっすりと睡眠が取れる、深部体温を下げる、自律神経を整えることができるわけです。ではいよいよ寝具の具体的なお話に入ってまいります。じゃあね、寝具の具体的な話なんですけど、よくね私患者様にこういう絵を描くわけですよ。はい、このようにマットレスとかお布団ですね、そして枕が載っています。そしてここに、人がこのように寝るわけですけれども、体の重みっていうのがいろいろあってですね、頭を1とした時に胸のあたりが3、腰のあたりが4というぐらい、どうしても、体の体重にもよりますけれども、腰やっぱり一番重い部分なんですよ。でここがぐーっと沈み込むとわだちにはまったタイヤということで抜け出せなくなっちゃうんですよね。一番重いパーツ、腰のあたり、胸と腰と頭があったとすると、どうしてもこの重たい腰の部分がぐーっと沈み込むことでよこいしょよこいしょとこう寝返りが打てなくなっちゃうということで、このですね腰を支える部分が適度に硬いことが大事なんですよ。はい、この硬さっていうのがとても大事なんだけど、ぐーっと沈み込んじゃう代表的な寝具はやっぱりウレタンの低反発。そうですよね、低反発ウレタン、商品名は言えないけど、こういうウレタンのふにょーってこう下がるような柔らかいものに寝るとわだちにはまって動けませんよ。結局腰が動けないと背中、頭動きにくいから、じーっと同じ格好で寝てしまって背中に熱がこもってしまうと。だから適度に硬くてちゃんと体を動かす必要性があるっていうことが、大事なわけです。そこで私たちが、推奨しているのが、ポケットコイル、ポケットはよりいいんですけれども、コイルマットレスっていうことですね。バネのようなもの、通気性が良くてしっかりと腰を支えてくれて、寝返りをする時にも腰を支点にしてちゃんと寝返りができるようにっていうことを実現してくれるものです。で一口にポケットコイルって言ってもいろんなものが出回ってますからね、必ずマットレスネット通販で買わずにちゃんと寝てみて確認して、自分の体に合ってるバネの状態、硬さなのかっていうことは確認して買っていただけるとよろしいかと思います。はい、それぐらい、しっかりと腰を支えるっていうものがいいと考えています。はい、じゃあ次枕ね。で枕はこの、もちろん硬さも大事なんだけど、一番大事になってくるのが寝返りのために何ですか？高さですね。
枕の、この高さ、これがしっかりと一人一人の体に合ってれば寝返りがコロコロと打てるし、高さが合っていなければどんな凹凸の形であろうと平らであろうと、寝返りが打ちにくくなってしまう。だからまず第一に重要なのは高さ。その高さが一晩中維持できる硬さも次に大事になってきます。いくら高さがあっても夜寝てから時間経つとふにょーって沈んでしまうんでは意味がない。はい、それと寝返りされるために、とっても大事なのが平らっていう条件ですね。この3つの条件をしっかりと合わせ持った高さと硬さとそして平ら、これを持ち合わせた枕を使うことで夜中必要なだけの寝返りをちゃんと打つことができるわけです。実は、寝返りっていうのは睡眠科学の世界でともすると悪者だと考えている方もいるんです。研究者の方、ドクターの方でも私たちは、寝返りには良い寝返りと悪い寝返りがあると思っていて、それちょっと別の動画でちゃんと詳しく説明しますけど、私たちの考える良い寝返りを打っていただくっていうことによって背中に熱がこもらない、そして頭に熱がこもらないで寝れるようにすることが大事だと考えています。それによって結局はリラックスができて、自律神経の中でも副交感神経というのが優位になればぐっすり眠れて熟睡感も得られるので、夏の夜外の換気、温度、エアコン、寝巻き、外的な要素に目が行きがちですけれども、そうじゃなくて体の生理的なメカニズムに目を向けてぐっすり寝ていただくっていうご提案でした。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。